こんにちは、ボタ島です。よろしくお願いします。本日はこちら、園芸店さんとかではなく、なんともう生産者さんのハウスの中にお邪魔しております。今日お邪魔しているのはこちら、テルノワールド伊藤さんのハウスにお邪魔しております。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はいちょっとこのハウスの中でポトスちょっといろいろ見せていただきたいんですけれども、あんまり今世に出てないというか、今作ってらっしゃるやつとか、ちょっとこっそりといいですよ。を見せていただけたらと思いますね。まだ品種にはなってないけど、まあなんていうんですか、育成過程みたいなやつだから、まあ僕意外とすぐに珍しいもあると乗っけちゃうんですけど、見ますインスタに見てます見てますそんなに隠すこともないし、それなんか前見たような気がするっていうのもあるかもしれないですから、浅岡園芸さんとか花森さんの YouTube で結構詳しく品種紹介とかさせていただいて、まあご存知の方も多いので、じゃあそうじゃなくて、まあ開発中のなんかちょっと見たことないねやつ結構出るかもしれないですよね。ありますね。楽しみですね。はいはい。じゃあちょっと今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これテルノプレシャスグリーンギャラリーガーデンズさんでオークションにかけさせていただいたテルノプレシャスって言います。テルノプレシャス、はい、めっちゃ綺麗これ。まあこれはオープンにしてる品種なんで、まだ数が少なくてですね、夏どうしてもちょっとシミが入りやすくて、あまり大量生産が効かない品種で、早ければ来年の春ぐらい少し試作品を出荷しようかなと思ってますけど。これ絶対好きな人多い。めっちゃ綺麗ありがとうございます。これがですね、テルノアリスですね。向こうに親木もありますけど、まあここにあったんでご紹介します。テルノ花々っていう品種がありまして、まあこの部分がテルノ花々ですね。で葉っぱの裏白いでしょ。これね、白いですね。裏白なんですよね、花々が。でそれがおしゃれだっていうことで、結構センスのいいお客さんに好まれて購入していただいているテルノ花々っていうのがありまして、僕一番好きなんです。そうですか。やっぱりさすがですね。センスがいますね。いますね。なんかそういう人が多いですよ。なんかちょっとおしゃれっていうか、詳しい人は結構買ってくださいますね。でそれのマーブルバージョンなんですね。これテルノアリスって言います。めちゃくちゃ綺麗ですね。花々だとこの感じ出ないですもんね。そうですね。こういうかすれた感じが可愛いなと思うんですけど、そうですね。この感じで出ないもんな。これもね、なかなか増えなくて、あとはなかなか安定させるのが難しくてですね、もう20年以上前の品種になるんですけど、まあ世に出したのがまだ3鉢だけ。すごい。向こうにももうちょっとここからさらに進化させて安定させた元親が1鉢あるので、それ見ます？見たいです見たいです。これがね、ちょっとまだ色がね綺麗に乗ってないんですけど、こんな感じでかなり安定してるでしょ。いやめちゃくちゃ安定してますね。でしょ。だからまあこれを元手にテルノアリスも増やしていこうかな。これまだ今グリーンですけど、先の方も、これがだんだんこのグリーンの部分が花々の、まあ、黄色っぽい色に新しく出た葉っぱは変わってきますので、もうちょっと先はもうちょっと黄色みを帯びてきてると思うんですけど、まあ強くて、まあ、安定した形のテルノアリスは今ちょっと一鉢ですけど、こんな感じで元親あります。すごい綺麗。はい。うわ、ありがとうございます。はい。もっとここら辺で珍しいのいきます？行きましょう。もうガンガン教えてください。これテルノスモーキー伊藤とかいう仮称で呼んでるんですけど、エメラルドではなくて、このエンジョイ、これエンジョイに戻ってますけど、5本ちょっとなんかくすんだこんなようなやつ見つけて、5本刺して2本はエンジョイに戻ったんですけど、まあこういった感じで新しい葉っぱっていうか今ポトスチャレンジっていうのがあって、でじゃあそれでちょっとうちもどうせ増やさなきゃいけないから挑戦ということで、伸びた枝ちょっとカットしちゃって向こうに刺してあるんで、それ見ましょうか。すぐそこなんで。お願いします。これがチャレンジでスモーキー、こんなような。うわ、かっこいいですねこれ。そうですか。なんかね冴えない色なんですけど、
なんか割と丈夫で伸びもいいですし、ここら辺もまあこれのチャレンジで余ったやつをまた元親にこう刺してみたんですけど、ちょっとエメラルドとは違うかなと思って。これ好きな人めっちゃいそういますかね。感じしますけどね。あ、そうですか。でついでだから行きます。これグローバル、これ花屋さんで買ってきたんですけど、はい、なんかやっぱ綺麗なんで、はい、まあ趣味でこれ一鉢しかないんですけどね。でなんかここにほら枠っていうか緑のさ、こういったこういうの入るでしょ、縁に、はい、これもそうだし、これ中でもこれ緑の縁があるじゃないですか、はい、これね、はい、で1枚ね見てたらないのがあって、これ、はい、ここにちょっと先に緑があるんだけど、このないのも綺麗かなと思って、はい、グリーンの濃いやつが飛んじゃったやつ、はい、まあこれはできるか、だから今ねできるかできないかわからないけど、今紹介しろっていうからこうなんで挿し木しないかというと、はい、挿し木するとうち19度ぐらいしか温度を炊いてないんで、はい、挿し木でもし万が一つかないことがあると、はい、この世からなくなっちゃうじゃないですか。はいはい、だったらこのピンチかければこっちの元はしっかりしてるんで芽が出てくるでしょ、はい、だからこの芽を伸ばして見ていけば、それからこれと違えばもうそのまま普通に育てちゃえばいいし、ここで変異を起こしてこんなのが続けばもっと増やしておいてから様子見するってことですね。そうですそうです。この出てる状態でなるべくリスクを減らすっていうの、挿し木っていうのはやっぱりプロがやったって失敗するときは失敗するんで、なるべく珍しいものっていうかを見つけたときは大事にこういった感じで挿し木せずにそこから芽を出させる。ここで観察するとですね。これ2週間もうちょっと経ってるかな、こうやって芽が出てくるでしょ、はい、ちょっとね葉っぱはちっちゃくなるんですよ。伸びたつるの先で切るとちっちゃくなるんですけど、形質はね分かるんで、そうですね。だからあえて冬季は冒険しない。皆さんになんか早く出荷しろって言われてるのが、はい、テルノグレースっていうこれねラシャバなんですよ。うわーいいですね。これ白いところこれ触ってもらったら分かるけど、うわめちゃくちゃいいですね。でマーブルクイーンのラシャバですね。テルノリンダ、こっちがここら辺がテルノリンダですね、はい、これの枝代わりで出たのがテルノグレース、割と丈夫なんですけどね。ただまだ不安定な一面があって、はい、数があまり一気に増やせないのでもったいぶってるわけではない。これもグレースはグレースなんですけど、はい、まだやっぱりばらつきが多くて製品化率が低い。だから本当はあんまりこういうの作らない方が生産者はいいんですけど、ちょっとあまりにもなんか欲しいという人は多いもんで、ちょっとだけ割高になるかもしれないですけど、そういった意味でちょっとロスが相当出るのでそこら辺はちょっとごめんなさい。いやでもこれをね、これ欲しい。僕リンダ好きなんですよ。ラシャバがすごい僕好きなんで綺麗やなと思いながら今それ欲しがりますわみんな。そうですか。テルノランコントル、はい、これですね。ここら辺元親木向こうにいっぱいあるんですけど、ここら辺色が結構出てると思うんですけど、綺麗。こういう葉脈がしっかり出て、あとね葉っぱがちょっと大きめですかね。大きいですね。ゆったりめのあれで、本当に葉が安定して出るので、これの元親のテルノアマゾンっていうのがあるんですけど、はい、季節的だったりいろんな原因で葉がきれいに出ないことが多々あって、はい、斑入りで買ったのにそれちょっと寂しいなということで1年を通して斑入りが楽しんでいただけるような斑の出やすいアマゾンを徹底的に選抜かけて、で出来上がってこれだけ出てれば OK かなと思って、販売し始めたんですけど、まだ本当出始めで珍しい品種なんですけどね。これは比較的栽培しやすいんで数近いうちにある程度供給できると思います。
品種紹介じゃないですけど、ラブソングね。うわーもう大好き。僕も育てれてないんですけど、まだラブソングの親木ですね。でこれをカットして、もうこれこういう長いつるを取って肥料をやって、これが芽が吹いてボリュームが出たら販売ですね。でこっちは元の親ですね。これめちゃくちゃ綺麗ですね。なかなか細かいとこまでは安定させられないですけど、白い割に丈夫なんですよ。栽培しやすいんで。不思議ですね。不思議でしょ。不思議。僕も不思議だと思う、作っててね。比較的強いんですよ。そうなんですね。白が多いから生育はちょっと遅い、ゆっくりなんですけど、病気に弱いってことはないんですよ。テルノカグヤっていう斑入りのライムですね。ちょっと葉っぱがちっちゃいんですよ、普通のライムよりね。Y性とまでは言いませんけど、ちょっと小ぶりな葉っぱの斑入りのライムですね。これテルノカグヤですね。今ってテルノシリーズどこまであるんですか？25ぐらいはあると思うんだけど、25プラスアルファの部分があるんですね。今作ってるとかっていう。そうですね。うわすごい。ここら辺はサンシャインって言います。黄色なんですけど、やっぱりね、冬場日照時間が少ないと、温室の中でもこうやってグリーンに。ただもう1ヶ月ぐらいすると出てくる葉っぱは黄色。そうなんですね。で旧型、これはもう実を言うと品種改良相当してあって、生育が早くて春早い時期に黄色が出やすいっていうことで、もう徹底的に選抜かけてやってあるので、旧型のサンシャインより2ヶ月ぐらい早く穂が出るかもしれないですね。その選抜ってのは、そうやってちょっといい部分を切ってまた出てきてこう継続してるやつをまたこう増やしていくってことですか？そういうのもあるし、ある程度サンシャインなんかですとある程度やっぱ1000鉢とか、の数作ってたんで、やっぱりその中で1本つるなんていうんですかね、特別こう黄色が強く出てるつるとかやっぱりあるんですよ。でそのつるを元に選抜かけていく。だから黄色が多分このつるは出やすいんだろうっていう仮定してで挿しますよね。ちょっと大体一般的なものよりは黄色出やすいんですよ。そういった親を作りながらその中からまたさらに黄色が強く出るつるですね。でそれをまた元親にしてどんどんこうなんていうんですかね、自分の狙った特徴を出していく。出やすい部分をこう残していくっていう、そうですね。でとにかく新しく更新していくんだけれど強くその特性を持ったものを親にしていくみたいなことを繰り返し、とにかくバカみたいに繰り返しやってますよ。量これすごいですもんね。繰り返してのそうですね。これだけの品種とそうですね。この量、すごいわ。ありがとう。いや、あとねやっぱり選び方っていうか、葉っぱ1枚でもなんていうんですかね、いろんなこれでもここは白でしょ。でここ緑固まってるじゃないですか。でなんかこう中間色みたいなやつがあったりするでしょ。だからそういったなんていうんですかねのこうバランスが違うとか、あとなんかこの品種ずっと作ってるんだけどこんな色出たことないよねっていう葉っぱが気になる葉っぱがあると、もうそういったものだけちょっと別にしておくんですね。だからそれをもういきなり挿し木するわけではなくて様子見てみる。だからほとんどそんなうまくいくパターンは逆に少ないんですけど、ごくまれにそういえばこれ狙ったこういうの作りたかったんだなってなんか一本うまくできちゃったとか、そういうのがたまに出てくるんですよ。だからそういうのが出てくればラッキー。これちなみに1個例えばこれいいなって見つけてちょっと様子見てきちんと製品というか商品になって店頭に並ぶのってどれぐらいかかるんですか？早くて3年ぐらい。増殖しなきゃいけないでしょ。そうですね。だから固定させるのにやっぱどうかな、一発でうまくいっちゃったパターンもありますよ。できたっていうやつもあって、でそういうのでもやっぱりある程度その
特性っていうか栽培してみて、ああこういう癖があるんだな、こういう環境で特徴が出るんだなっていうのを見ながら増やしていかなきゃいけないんで、パッと見つかってあもう刺したできましたって言ってもやっぱり2年半3年近くかかるかなやっぱり。すごいすごい。それこそ長いと15年とか20年とかかかってもなんか納得したものができないっていうパターンもある。安定してね、それが出せるっていうのってすごい大事なところじゃないですか。そうですね、やっぱりその癖をつかむっていうか、斑入りのパターンはやっぱりまあ私41、2年やってるのかな。で育種ももうこの仕事入ってからずっとやってるんで、やっぱり葉っぱをなんかこうの見方っていうんですかね、変異の見つけ方みたいなのが多分ある程度自分でも自然にこう見えてくるっていうのかな。だからそのパターンが何パターンかあって、それが頭に入ってるかもう体に染みついてるから、逆に珍しい例えばボタ島さんがこれ珍しいですねって言っても、あこれできないって分かるから、そうですねとは言うけど、やっぱり自分で今まで経験してきたそのパターンに沿ってこう新しいものを作っていかないと、一からやって綺麗だからってやたら増やすともう本当に売り物にならないもんばっかりで溢れちゃうんで。なるほど。だからその辺は20代はやってましたけどね、いたずらにブワーッと何でも増やしてて、で売れないもんがゴミの山になってたけど、最近はもう、一坪ってね大体これ180センチなんですね、180×180 が大体一坪なんですけど、でその新しいものを作るにしてもその範囲内で選抜して、でその範囲内でダメなものはもう淘汰してしまう。だからいたずらに売れるか売れないかわからないものにいたずらにこうなんですかね、場所を使わないっていうんですかね。だからもう今 100% オリジナル品種ですね。うわすごい。ノーマルは一足もないですよ。すごい。ようやく去年ぐらいからもう完全オリジナルになりましたね。これで冬場温度19度。19度ですか。こう下すごいぬかるんでるっていうか、水あるじゃないですか。湿度高いよ。高いですよね。こう自然にね、排水性が悪いだけで別になんか沼を作ろうと思ってるわけじゃないんだけど水はけ悪くて、でも結果それでもう湿度がすごい。そのせいかね、害虫が本当うちは少なくて、そうなんですね。貝殻虫皆さんつくって言うんだけど、うちはもう40年やってるじゃないですか、40数年、僕の代からでも見たことないですもん。これ探しても多分貝殻虫いないと思う。環境なんですね。じゃあその貝殻虫湧きやすいとかっていうのも。そうですね。湿度が高い。だから葉水で葉っぱを濡らすんじゃなくて、空中湿度を上げるのがいいんじゃないですかね。やたら濡れても乾けばね、あれなんで、ずっと安定してこう加湿状態を保ってあげる方が観葉にはいいのかな。これうちのマーブルクイーンのこう細長くてちょっと葉っぱの分厚いテルノファンファーレっていう品種なんですけど、綺麗ですね。こういった品種またリバイバルではないですけど細々と作ってはおるんですけど、なんかこれがやたら今人気があって、でなんか増やしてほしいっていう要望が結構花屋さんからあるんで、ちょっと今増やそうかなと思ってるやつですね。これも不安定なのでやっぱりロスが出ちゃうんで、ちょっとあんまり安くは売れない品種なんですけど、でこれのベースが白じゃないですか、見た通り。でこの白じゃなくて違う色の部分がちょっと葉っぱの一部に入った枝がつるがありまして、でそれをどんどん白くないものを優先的に増やしたのがテルのシャララ。うわこれはだから今この色もあるしこの色もあって、もっと白っぽい感じの色になることもあります。ここら辺随分ちょっと白っぽい色になってますかね、明るい色になってますね。こんな感じで色がこうばらつくっていうんですかね。ただファンファーレのように真っ白には戻らない。これも意外とねやっぱりおしゃれな人が好んで買われますね。見たことないやつ
行きたいですよね。でおこれテルのシャララまで販売してるんですけど、これテルのシャララからの枝代わりっていうか、こんな感じで、ここら辺はシャララのちょっと色の明るい程度のものなんですけど、これのマーブルクイーンみたいな、この逆にテルのファンファーレに先祖返りしたような譜ですよね、白と緑。ただこれがファンファーレとはに戻らずに、すごいちっちゃいんですよ。葉っぱが大きくならない。それでこれ伸びたのを挿し木したのがここにもあるんですけどね、これいいですね。大きくならないですよ。これね、先祖返りだったらこうならなきゃいけないんだけど、だからシャララにこっからシャララに行って、でシャララから出た変異のマーブルクイーンはこれに戻ったんじゃない、もうこれに戻らずにこういったちっちゃいまたちょっと違うものにそう変わったんですね。でこれテルノアンジェリーナっていう名前で今ちょっとまだこれだけしかないんですよ。でちょっと弱い、葉っぱも薄いしちょっと弱いんで商品化できるかどうかちょっとまだ微妙なとこなんですけど、ここからできるだけちょっと強いものを選んでいこうかなと、そう考えて今ちょっと今試作中ですね。これ人気出ますね、できたらね。今の Y 清酒の話で今度春にちょっと売ろうかなと思ってるんですけど、テルノマドンナって黄緑色のねテルノロビンという品種のY 清酒なんですけど、これも大きくならない、大きくなりにくいって言った方がいいのかな。ちっちゃいですね、確かに。まだ今から新しく出てくる新芽とかはもっと明るい黄緑色出てきますから、ちょうど母の日あたりのちょっと前ぐらいに綺麗に色がそのあたりから綺麗な色が出るので、母の日商材っていうか、そういったのもいいのかな、贈答用みたいな感じで、名前もテルノマドンナっていうちょっと母の日を若干意識してつけました小さい品種は確かに人気になりやすい感じもしますしね、ちょっとドカッと大きくなったら置けないわとか、もうどうしたらいいか分かんないわっていう人もたくさんいると思うんで、キュッとちっちゃくなってるとまたね、こうポトスの置き方というか楽しみ方も変わるような感じしますね。これはマーブルクイーンから出したんですけど、マーブルクイーンの白が出ないやつを安定させて、さっきのプレシャスに似てるって言えば似てるかもしれないです。これの方が葉っぱはちょっとちっちゃいですね、プレシャスより。でシミが入りにくい。結構綺麗な状態保つというか。そうですね。葉っぱも細いですし、ちょっとプレシャスはもうちょっと丸葉っていうか、一般的な形でああいった綺麗な色出しますけど、これちょっと葉っぱが細いんですね。これファンファーレから作ったんじゃなくてマーブルクイーンから選んでいったんですけど、どういうわけか葉っぱは細いですね。でシミがよっぽどこういう色の割に出にくい。これね、あれですよね、伊藤さんの説明の時に、結構さらっと選抜してって結構言われるじゃないですか。その選抜してが2、3年かかってるってことですね。もっとかかってるけど、だってそんなこと言ったってしょうがないでしょ。そうですけど、なんか結構すごい品種もあって、選抜してなんかできるんやってこう思いがちですけど、絶対できんですもんね。数作らないと無理かな、やっぱり何万枚に1枚とかだと多分思うんですよ。でそれがやっぱり見つかればいいし、見つからなきゃそのまま市場へ流れちゃうんで消えていくんで、例えば5鉢あってそこから新品種っていうのはかなり難しいと思う。相当数当たらないと、数見てその中でも変わったやつがあって、それがじゃあ残るか残らんかっていう話になるんですね、まず。だから時間かかりますよ、やっぱり。そういうことですよね。枝代わり探しておきましたよ、これ。テルの花々、先ほど言った裏白のね、花々のこれね季節風なのかちょっと障害なのかよく分かんないけど、あったんで、向こうにもヤギあるんだけど、たまにこれ現れるんだけど、これちょっと珍しいから見せてあげようかな。ありがとうございます。ね、なんか珍しい。見たことないですね、確かにこの感じ。これが元親ですけどね。花の枝代わりってどういう変異みたいなことなんですか、枝代わり。そう、突然変異。
うちはどうして変異が多いかっていうと、はい、もう一度なんですかね、ゴールデンとかライムから新しい品種が出来上がって、はい、でやっぱりねゴールデンとかライムポトスみたいに安定度がないんですよ。やっぱりある程度はばらつきが出るんですよ。はい、だからばらつきが出やすい品種をたくさん持ってる。でまたそこから新しいもの作るじゃないですか。はい、とそれも安定はある程度させるんですけど、やっぱり季節によって色が変わるだとか、安定してるようである程度不安定な部分がある、はい、そういったものがどんどん増えていくから、だから変異が出やすい品種でいっぱいになってるから、だから変異が出やすいっていうか、見つけやすいっていうかな。なるほどなるほど、だから全部ねゴールデンいっぱい、例えば何万鉢ってゴールデンがあって、はい、そこからじゃあ一つ一品種作れって言われてもなかなかそれは難しいんですよ。一度なんかそういったなんていうんですかね、段階を経ってるっていうか、で安定してるけどノーマルなゴールデンなんかよりは不安定。ここら辺さ全然20数年植え替えしてないカーニバル。そういう話めっちゃ好きなんですよ。いやす盆栽みたいになってげこんなんもうこうやって取ってあげればさ、ほらすこの見てこれげもう1年に2回ぐらいは親木としてまだ利用してるんですけど、ここですからねはあ、もう上がっちゃってるんですね。そうだけど枯れないよ。空中湿度高くて、で土もやっぱりそれなりにね自分で研究した土なんだけど、石棺短いっすね。もうこれはもうね古いギチギチ、すっげえ。だからこれ20数年経ってるんですよこれね。鉢見てもらえば分かるけどこれプラスチックの限界そうですね。だから一つたまたまなんていうの、たまに元気だっただけじゃなくてほらね全部ですもんね、すごいな、だから結構ね土とかなんかも大切なんですよ。いやめちゃめちゃ大事ですよね、土とかっていう、今日ちょっとその土の話もちょっと聞かせていいですよ。ありがとうございます、じゃあ映像はダメだけど、個人的に珍しいの見せて。いいですか？そういうの大好き。それはちょっとねオープンにできないのもあるから。僕だけ見れる。いいよ。ちょっとせっかく来ていただいたんで皆さんにねお見せするわけにいかないですけど、これね、これはいいやつですか？いや映してダメよこれも。これダメですよね。ダメ。できるかできないかわかんないんだけど、これねこれわかる？わかりますよ。これ裏表こうなってんじゃん。だからこれもちょっとやってみようかな。多分うまくいかないと思うけど、うまくいったらラッキーみたいな、こんな感じのものね。であとまだあるよ。ここら辺は映しちゃダメだけどカーニバルっていう品種があって、それのマーブルバージョンを作ってるっていうのと、あと裏突起のテルノシャンゼリゼっていう品種があるんですけど、それのマーブルも今これ安定したんで、これもちょっと増やすかなと。これめっちゃ人気になるでしょまだこれだけしかないんだけど。であとこれ映してもいいやつで、ちょっと映しますね。ウソングのすごい選抜かけて符が安定して色の白いものを選抜かけたんですけど、テルの極みって言います。極み極って書いてますけど、強いですね。でかなり安定してると思うんですけど、すごい。これはちょっとラブソングほど強くないんで、なかなか増やしてはいるんですけど、数がなかなか爆発的に増えないんで、商品化していずれは皆さんに楽しんでいただこうかなと思ってるんですけど、ちょっとこれも生育が遅いんで、そもそもって話ですね。多分ねここら辺までするのに2年ぐらいかかると思うんで、遅いですね。だからねちょっとねこれもねなかなか増えないし、レア品種でずっとレアもんになっちゃうよねこれ。木が白いですもんね。そうでしょ。真っ白っていうかね。これテルの極みですね。こっちはあれラブソングですよ。ちょっと繊細っていうか色が安定してるっていうか、ちょっとちっちゃいですよね。これテルノアマゾンのマーブルバージョンですね。
こんな感じでちょっと真っ白じゃないですか。すっげえ。アマゾンのちょっとなんか何とも言えない色が入って、すごい。いいでしょこれ。これめちゃくちゃいいですね。ね。黄色もちゃんと黄色なんですね。しかも色。黄色白緑。うわめちゃくちゃいい。いいでしょこれ。これめちゃくちゃいいです。今から増やそうかなと思って。いやめちゃくちゃ増やしてくださいこれ。まだ名前もないです。アマゾンのマーブルバージョンとしか紹介してないんですけど、これも何株かあるんで、でその中で安定していいものを選んで商品化しようかなと。へえ、これはいいですね。まだちょっと何年もかかりますよまだここから。でまだ見つけたばっかりでテルのシャララあったでしょ。でテルのシャララのあんまりこうグリーンにならない戻りにくいものっていうか、ちょっと色が白っぽい。真っ白ではないんですよね。こんな感じで今のところシャララライトっていう仮名で今呼んでますけど、これだけしかないです。まあこれはカットしてワンシーズン見てシャララに戻ればもうやめちゃうけど、まあこの形質がずっと1年維持できれば新しい品種として作ろうかなと。なるほど。であるわもう一個これやたら樹勢がいいファンファーレ。これノーピンチノーピンチでこう分子する。これ本当や。まあこれ一番最初は一回止めたことがあるんだけど、その後はもう放りっぱなしなんだけど、こうやってね。本当や。そうでしょ。勝手にこう分子して、これも新しい芽出てる。へえ、なんで？ものすごい樹勢が強い。そのくせ葉っぱがね夏シミが入ったりするんですよ。安定して綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗だと思うんですよ。すごい樹勢も強いんだけど、どうして夏に葉っぱにシミが入るのかなって。綺麗でしょ。茎が強いからこれ立って。茎がまずすごいですね。全然普通のポトスとはちょっと茎の硬さが違う。なんか刃のサイズの割に茎太い。そうめちゃくちゃ太い茎。これは品種にはならないんだけど、ストーリーズにあげたんだけど、これテルノグレース、ラシャバのマーブルクイーンから突然こんな黄色が出てきた。でラシャじゃないんですよ。ラシャバじゃなくてツルツル。これはね黄色が出て、これでもこれから出てるでしょこれ。本当だ。これラシャバのグレースからこんなやつが出たよって、ただそれだけの話なんですけど、まあこういうの僕もあんまりこういう例見たことないんで、ちょっとマニアの人はこういうの嬉しいかな。写真は1枚載せたことあるんですけど、こうやってね撮っていただくとよくわかります。でここから出てるでしょ、このラシャバのグレースからもう本当ちょっとマニアックな人しか面白くないかもしれないですけど、もう激レアですよねこれ。激レアですねこれね。これ変異というか、そうまあこれ自体は珍しいもんじゃないのかもしれないけど、このグレースからこれが出たのが珍しいんで、ちょっとお見せしたいなと思って。ポトス好きな人むちゃくちゃ喜んでます。喜ぶでしょ。むちゃくちゃ喜んでます。だからもうやっぱりねポトスもねやっぱ昔からある観葉を代表する品種なんで、やっぱりなんかあまりにも安売りばっかりされちゃってちょっとねパッとしなかったんで、ちょっと面白くなるんじゃないですか。いや本当そうで、どんどん新しいの出てきて、またね日本だけじゃなくて海外もめちゃくちゃ人気ですもんね。そうですね、人気あるみたいですね。やっぱりポトスなんで栽培がしやすいですよね。結構置き場所まあ明るくて長時間日が当たるとこ暖かいところがいいんですけど、まあある程度影になったりしても結構耐えますしね。乾燥にも意外と耐えてくれるんでいい植物だと思います。じゃあちょっと今ポトス紹介していただいたんですけど、この土見せていただいてもいいですか？細かく何が混ざってるっていうところまではちょっとご紹介はできないですけど、うちの土ですね、栽培用土ですね。だんだん輸入物のピートモスだとかそういったものが前使ってたものが商品が手に入らないとかですね、材料をこう集めるのにすごくもう2年ぐらい前からですかね、皆さん生産者でももう手に入らないっていう状況が続いてまして、でまあ私もカナダ産の微調整pH 調整してない安い
けど割と質がいいピートモス主体でやっておったんですけど、そちらの方もやっぱ手に入らないということで違う産地のピートモスだとか使ってみたんですけど、やはり同じようにピートモスはピートモスに見えるんですけど、全然やっぱり性質だとかが違って、でうまく育たなかったりだとかですから、ちょっとベースになっている基本的なものがなくなってしまったもんですから、そこからもうちょっと試行錯誤して安いピートモス、あとカナダ産のすごい調整ピートっていってもすぐ使えるようなかなり高価なピートモスはある、それは手に入るんですよ。だけどそのまま使ってるとすごいコスト的に高くついちゃうし、でやっぱり自分の何ていうんですかね、テルノモトっていう名前でいろんな鉱物を混ぜ合わせたバランスよく混ぜ合わせたそういったものがありまして、でそれがすごく目が細かいものなので、チップとか辺に混ぜてしまうと流れてしまうんで、流れ出してしまうんですね。大量にうちは挿し木しなきゃいけないです。さっき見てもらったように何万鉢ってやっぱ挿し木しなきゃいけないので、水を打って挿し方が挿しやすい。挿すのにこう何回もやってたらもうすごいそれだけですごい時間の無駄になっちゃうんで、とにかく作業性、あと土を詰めたりなんかでもこれ今ネガミエルあるんですけど、こんな感じで済むわけじゃないですか。目が細かいから基層が少ないという考えは間違いで、ピートも比重がすごく軽いというか小さいっていうんですか、だから目が細かいだけであって基層は確保できてる。きっちり空気も含んでるっていうそうです。ですから、そういった見た目で判断してはいけないところもある。でただこの浅岡園芸さんのネガミエルですね、すごいやっぱり画期的で根を見てもらうってすごいいい発想だと思って、でやっぱりうちにもテルノシリーズの、根がこう見える商品欲しいなっていう要望がすごい花屋さんからありまして、この土でも根は十分きれいに見えますので、この土でちょっと根が見えるで一度挑戦してみようかなと。そうすると作業性の面も、うちはこれ今まで使ってた土に近い状態にできたので作業性もいいですし、であと今試作でいろいろ作ってテストしてるんですけど、いい結果出てますので。さっきお話にあった、ちょっとこういう一見こうペタッとしたようなイメージがあるじゃないですか、見た目空気がそんなに含んでないんじゃないかとかって思うんですけど、触ると分かりますね。触ると分かるでしょ。見た目と違う。柔らかい。特に僕も自分で土混ぜて作るんでよく分かるんですよね、触るんで。ただ根を見せたりなんかするのにもう少しなんていうんですかね、見た目も大事だなと思って、もう少し日向土だけもう少し増量しようかな。これだとなんか日向土も入ってるんだけど入ってるっていう感じなんで、もう少しだけ増量して土自体もきれいに見た目、これで僕はこれで作物はこれで作りますけど、もし花屋さんとかなんかでテルノソイルとかいう形でご要望があれば若干その日向土の量を増やして、こういった根が見えるとか透明な鉢で土自体もきれいで根もきれいっていうような形で少しやってみようかなと思ってます。この例えばこういうハウスの温室内で使った時にベストな土みたいなのってあったりとか、一般家庭だとまた選択変わってくるっていうところがあるような気がするんですけど。そうですね、生産者からいくとあまりすぐに乾いてしまう土っていうのは結局水やりの回数を増やさなきゃいけないですね。そういうことですね。でやっぱり水たくさんあげれば肥料も早く抜けますよね。そういったのがあるんで、やっぱり水の回数は極力少なくて済むようにしたい。であと肥料もそんなに大量に使いたくない。当然ですよね、コストをやっぱり下げるのはプロですからね。だけど植物の根とかはもう健全にもちろん生
もちろん張りますし、さっきの20何年経ったそんな悪い土ではないと思う。それにかなり元のものは同じのが入ってるもんで、水はけと水持ちのバランスがきちんと取られていて、そうですね、もう元からもうきちっと栄養というか、はい、もう必要なものは全部入ってると思います。うわ、もう最高ですね。はい、もうこれ元肥も、コーティング肥料入ってるんで、まあ挿し木して半年ぐらいは肥料やらなくても全然これで挿し木でも植え替えでもこれもうそうですよね、これでカットして自分で楽しむ時に刺せるってことですよね。まあ挿し木はもうちょっと気温高くなってからやった方がいいけど、植え替えとかでもね、であと芽が細かくて水持ちがなんていうんですかね、いいから水をじゃあたくさんやっちゃいけないかって言われるかもしれない。やりたきゃ2日3日に1回やったっていいんですよ。水さえしっかり切って受け皿に水さえ溜まってなかったら何も問題ないですよ。ただそんななんていうんですかね、まあそこまでやる必要がないのに、この用土の場合はね、1週間に1回ぐらいでいいんじゃないですかね。夏で1週間に1回ぐらいでいいんじゃない。これめっちゃ初心者質問なんですけど、根腐れって、やっぱ水が悪さするんですか？水が悪いのもあるし、先ほどちょっとピートモスだとか素材の話もしましたけど、やっぱりその素材自体が悪い場合もある。だから物自体がだからなんていうの、すぐ枯らしちゃった水もちゃんときちんと乾いてからあげてるしとかいろいろあると思うんですけど、土が悪い場合も結構ありますから。やり方とかこっちの選択ではなくて、そもそもが悪い場合もある。だからそういったことはやっぱりね分からないもんね。見た目全然分かりません。ピートモスだって同じピートモスに見えるし、実際使ってみないと分からない。ペーハーとかなんかだってそんな極端に酸性だとかに傾いてないはずだけど悪いっていうものはありますね。そういったことはやっぱりね、繰り返しやっぱ使ってみないとわからないんで、とりあえずまあ納得のいく形に今ねできたんで、この土を使ってネガミエールも使って販売、そうですね、一部ですよ。ネガミエール作る全部が全部ネガミエールにするわけじゃないですけど、ともあったり、その土単体で販売っていう、そうですね、そんなにまだ人手がないんで、まあちょっと気が向いた時じゃないですけど、もうそれを仕事にする気はないので、いやでもこれ欲しい人いると思います。これ特に欲しい人いますよね。そうですね。いい土が僕はできたと思います。伊藤さんの伊藤さんの土。市販のもんばっかりできてるんだけど相当入ってる。であと微生物、最近の傾向でやっぱり虫が寄ったら嫌だとか、キノコ生えると嫌だとか、だから家畜粉ですね、牛糞だとか豚糞だとか鶏糞とかを使った堆肥、あとおがくずだとか、バークの類は一切使ってない。ココハスチップは入ってるけど、だから有機は有機ですよ。ピートモスにココハスチップも有機物だし、有機は有機なんだけど、そういった家畜糞とかそういった堆肥系のものは一切含んでない。だからもともと堆肥もね、本当はどうだろう、これに 10%、5% でもいいから、本当はね良質な堆肥もこれに混ぜた方が植物の育ちはさらに良くなるのは分かってる、けど結構清潔だとか、何が清潔かちょっとよく分からないんだけど、室内でね楽しまれてる方が多いから、だからもしそれほど5%、10% ぐらい良質な完熟堆肥なら匂いもしないし、本当はこれに混ぜるとさらに植物が健康になると思う。それに虫も寄らないと思う、多分 5%、10% じゃね。だけどとりあえず今そういった室内で楽しむからそういった有機系というか堆肥ですよね、でそういったものをちょっと嫌う傾向があるので、それは一切含んでないです。鉱物ですね、特殊な鉱物がいっぱい入ってるんだけど、でそれで堆肥の代わりさせてる。使われる方、大事ですもんね、虫嫌う。僕も結構質問もらって、僕も有機質
使ったりとか、はいもみ殻堆肥とか使ってみたりとかするんですけど、虫来ませんかとかっていうのが結構あったりとか、来るかなって思ってますけど、多少はねそんなにね悪さしなきゃいいとは思うんだけどね本当はね。僕はそう思ってるんですよね。ありがとうございます。そういった形で作りました。というわけでちょっと今日は、もう珍しいポトスをたくさん見せていただいたのと、なんと土使っている土の紹介もしていただきました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそご紹介していただきました。この動画をきっかけにもうテルノシリーズ、ポトス始めたいわっていう人が増えてくれたらもう嬉しいなと思いますし、本当嬉しいです。やっぱりね昔からある観葉植物ですし、本当育てやすいですしね。ぜひ気に入ったら花屋さんで見つけたら買ってください。お願いします。しかももうこっからですからね。今ちょっと見せていただいたやつとか、その僕しか公開されてないものとかが今後これからまだまだ出てきますんで、皆さんチェックしてください。インスタグラムの、リンク概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてない方はそちらも見ていただいて、テルノワールドさんチェックしてください。ということでありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。